はい、外れました。抜けました。すっげえ重いです。ここに T20 が4本あるので、とりあえずこれ外してみます。どうだろう？こんな感じかな。違うかな。なんだろう。他に方法ないわね。これ上ここまくれる気がするんだよ。確かね、がっつりついてるはずなんだよ。カッターで周りに切れ込みを入れて、やっと蓋が取れました。きた。で、開いたと。で、ここにネジが3つあるので、これ外してみましょうか。だから薄い肉薄のソケットじゃないと入らんわ。めんどくさ。マジペンで回るかな。回った。余裕で回った。もう回らんか。回った。あら、こっち勝てえぞ。勝てえぞ、こっちは。回らん。逆にこのネジが緩んどったっていう可能性もあるわな。こっちの2つは緩み止めをほら見てみて。じゃあこれ無理くりこれでもそれはことがない。回った。はい、来た。そしたらこれが抜けた。なんじゃこりゃ。ここのネジだけちょっと緩んでました。ラジペンですぐ回っちゃいましたって感じでしたね。こっちはソケット深く刺さないと、取れませんでした。で、ここに刺さってたのがこれで、どうもなんか磁気センサーのような気がします。見えませんが、歯車があるようには見えないけども、この電源コネクタ、これの蓋のところのここのリッド、ここを開けてみようと思います。蓋が取れました。この蓋がこうやって取れました。ブチルゴムっぽいゴムで厳重に、シールされてました。カッターで何回も筋を入れて切って、マイナスドライバーを差し込んで、少しずつベリベリと剥がしていったような感じで剥がしました。基板があるかと思ったけど、そうじゃないですね。このコンデンサーまだお父さんこれ言ってるこれ。まあ死んでるとは思えんな。ECU には3つの蓋がありましたが、今回中央の蓋を開けるのは断念しました。蓋を割ってしまいそうだったからです。緩かったナットが元凶だったと判断しました。そして復元しようとしていた時、ここを、強めのトルクでナットを締めたらボルトが折れてしまいました。しょうがないのでここ、ハンダ付けで、つけるしかなくなってしまいました。ハンダ付け。なるほど。すごい。全部くっついたね。さすがに。ECU ばらしたところを接着剤でつけました。スコッチのプレミアゴールドスーパータイオートというやつですね。はい、それでは、今からステアリングコラムを再インストールしていこうと思います。
ぞ。今エンジンはかからないんですけども、パワーステ消えた。もう一回やってみましょう。ね、もう一回やってみましょう。残るな。消えた。どういうことかな。よくわからん。今エラーを読んでるところですね。エアバッグの警告灯がついたままになってて、ファーストが消えてるんですけども、これでエラーは消えたみたいなので、消えてねえな。マジか。エアバッグユニットからのあれがない？やばいな。パワステの症状が治らないのにエアバッグまで壊れました。これはもう